はい、皆さんおはようございます。竹チューバー竹寺4代目です。私実はですね、今日は朝早くから高知市はケラにありますパン屋さんプティールさんにお邪魔しようといたしております。時間はですね、現在2時40分。非常に朝早いんですが、朝早くて寒くてちょっと眼鏡も曇りがちなんですけれど、実はこちらのパン屋さんではですね、竹虎の竹炭を使ったパン作りをしていただいているということで、今日は一体どんな風にして竹炭入りのパンを作っているのか見学させていただこうと思って朝早くからやってきましたよ。じゃあすぐそこですので行ってみたいと思います。なんかこうパンを焼いているとってもいい香りがしてきましたよ。ちょっとこの辺りでここですね。美味しそうなパンの匂いがプンプンと辺りに漂ってますね。これ小麦粉。で竹炭ですね。はい。竹炭がこれ何%ぐらい混ぜるんですか？これだいたい 1%。1%。竹炭が入りました。で回します。これ余ったやつ入れたんですか？スピードは変わりましたね。スピードは変わりました。どんどんパン生地がね出来上がっていきます。マーガリン。マーガリン。
地面が防止ファンですね。こんなパンが焼かれてますね。すごい。竹炭の生地が出来上がってます。それさっき入れたのは何ですか？さっきのは粉ですよ。粉。粉でこう外れやすいように。はあ。これで1時間。これはどういう作業になるんですか？発酵な、これ一時発酵させる。一次発酵ってことですか？はい。一次発酵のために1時間保管します。次々と美味しそうなパンがたくさん焼かれてる。もうこの朝早くからこれだけ焼かれてるってやっぱりパン屋さんの仕事ってやっぱりすごいですね。大体何種類ぐらい焼かれるの？100。それぞれもう作り方、そしたらもう全部覚えられてる。当然ですよね。頭の中に入れて。そうですよね。100種類。100種類のパンがね、朝早くからどんどん焼き上げられて、パンを焼く仕事は何時までですか？10時まで。10時から仕事が始まったのが10時ぐらいまで。10時間半でしょ。作ってやり、作ってやり。はいはい。朝の6時から。トレアさんにも行ってるんですか？パン屋の奥様にコーヒーを入れていただきました。パンの香りが充満しているパンの工房でいただくコーヒー、格別です。いただきます。美味しい。美味しいですね。竹炭パンを焼こうと思ったらどうしてですか？ベリーベークが。はいはいはい。あそこの竹炭のパンをどんなんで食べとる感じ。ああ、そうなんですね。この話で。あ、今の話です。ええ。
これで大体約1時間ぐらいですね。なるほど。さっきみたいに膨らむわけですね。綺麗に膨らんでいくわけです。なるほど。この肩の大体8割5分ぐらいまで来たら、あ、これが何て言いましたっけ？何の作業言いましたっけ？これは二次発酵ですね。二次発酵。はい1時間ぐらい二次発酵させておいて、でこちらの窯で35分焼き35分ぐらい焼き上げるという形です。楽しみですね。挟んで。そう。もうちょい。今7割ぐらい。これなんでこうなんですか？もちもちドーナツ。もちもちその当時小学生やった子が今大人になって買いに来てくれるって。なるほど。これで大体35分から35分ぐらい。 6時ぐらいですかね。フランスパンはこういったなんか生地の間にこうやって挟んで焼くんですか？こうやって布を用意してから発酵させる。あ、発酵させるのね。布を用意して。これはアップルパイですね。そうです。ですね、一つ社長さんにいただきました。これなんていうこれはキャラメルロールです。ちょっといただきたい、食べていいということなんで、ちょっといただきたいと思います。おいしい。おお、焼け中。すごい。おお。普通の色で竹炭ルールです。だいぶ違うわね。こっちは黒糖です。黒糖。黒糖。ああ、これ黒糖パン。これが黒糖パンで、お、これ竹炭ですね。だいぶ違いますね。はいつもより綺麗になるかあ、なるほど。ら。美しい。社長が来てくれたけど。もう一枚ですね。これはこれで。いやー、粗熱をすごい。取ってから。やっぱもう普通の色と普通のパンと比べたら全然違いますもんね。全然違います焼き上がりました。
竹炭パン。竹炭パン、美味しそうに焼き上がったのもさることながらですね、パン屋さんのこのお仕事の大変さ。仕込みが11時から始まって3時から焼き始めて。今、朝の6時半。毎日毎日こうやってですね、たくさんのパンを作られてる。いや、本当にすごいお仕事だなと思いました。で、その中で、こういった竹炭を使ったパンを焼いてですね、これが高知県か、いろんな有名スーパーさんに行ったり、お客さんに買っていただいたり、本当にすごいお仕事をされてて、美味しいパンをやっていただいてですね、感謝の気持ちで。元気で。そうですか、ありがとうございます。今、パンをこう入れていただいてですね、持って帰りたいと思います。いや、本当にどうも、今日はありがとうございます。ありがとうございます。そうです。ガン。これがね、竹炭パンです。竹虎の竹炭パウダーを混ぜ込んだ竹炭パンを作られているということで、プティールさんの方に朝早くからお伺いさせてもらったわけなんですが、朝3時からですね、粉入れて、竹炭入れて、混ぜて、1次発酵、2次発酵させるんですね、パンってね。オーブンの方で焼き上げて、焼き上がったばかりのパンをいただいてきましたよ。さて、これをね、今からちょっと切って試食をしてみたいと思ってますよ。ふわふわですよ。ふわふわ。もうさっきまでね、湯気が立ってました。さあ、ちょっとこれね、切っていきたいと思いますよ。さあ、どうでしょう。ちょっとね、包丁がね、もうちょっと包丁切れないんですよね。ちょっと切れない包丁なんですけどね。さあ、切りました。さて、切った面があんまり綺麗じゃないんですけど、真っ黒真っ黒。真っ黒でしょ。竹炭パウダーっていうのは無味無臭で食材の味を全く変えないということでね、スイーツだとかいろんな食材に使われています。デトックス効果があって、非常に今人気なんですけれど、今回はですね、プティールさんの方では竹炭をこれ 1% 混ぜて作ってます。もう 1% でも混ぜただけで早くもこんな色合いですからね。では早速ですね、ちょっと1枚いただいてみたいなと思ってますよ。はい、綺麗なグレーですね。朝からね、今日はプティールさんでいろんなパンがだいたい100種類ぐらい焼いてるんですよ。この食パンタイプのやつも何種類も焼いてましたが、やっぱりね、竹炭のパンはね、独特です。オーブンから出して刃から出すんですけどね、出した時の感じっていうのはもう明らかに違う。見た目のインパクト。どうですかこれ。美味しそうですねこれ。僕ね、実はパン大好きなんですよ。美味しい紅茶とか大好きなコーヒーがあれば一気に食べれる。それぐらい美味しい。このプティールさんの職人さん、前田さん、40年この道一筋の職人さんのパンですから、違うわ。美味しいですね。これ粒子の大きい竹炭パウダーだとちょっとこう下に残ったりザラつき感があったりするんですよ。さすがね、竹虎の竹炭パウダー15ミクロンでしょ。全くない。全くありません。ソフトな感じの、もう本当に美味しいふわふわの食パン。竹炭パウダーっていうのは先ほども言いましたけど、無味無臭で他の食材の味を邪魔しない、壊さない。それでいてこういったインパクトのある色合いが出て、しかもデトックス効果がと言われてますので、いろんな食材に利用することができます。ぜひですね、皆さんも竹炭パウダーまだお試しされたことのない皆さんは一度お試しされてはいかがでしょうか。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。